皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日は XD 編第3回目で LP 制作の前段階の XD の使い方とアートボードの設定周りについてお話ししていこうと思います。はい。ではまず Adobe XD を開いていただいて、新規ファイルのボタンを押して新しいファイルを作成しましょう。そうするとアートボードのエリアに Web1920-1 というアートボードが自動で作成されます。ここで XD の各ウィンドウの紹介ですが、一番左上が Photoshop と同じツールウィンドウ。で、左下の一番上がドキュメントのアセット。これは今度ご紹介するコンポーネントというのをこの XD 内部で作成していくとここに溜まっていきます。で、その下の重なっているアイコンがアートボードのウィンドウで、ダブルクリックするとレイヤーのウィンドウに遷移することができます。なので、XD でデザイン作業をしていくときは、アートボードを選択して、その中にデザインデータを作成していく感じですね。また、アートボードを右クリックして、空いているところでペーストをすると、同じデータ内にもう一つ別のアートボードを作ることができます。Photoshop も新規ドキュメント作成の時に同じデータ内に複数のアートボードを作れるのですが、Photoshop で複数のアートボードを作成してしまうとかなりデータが重くなってしまい、挙動が遅くなったりデータが開けないなどのトラブルがあったりします。なので Photoshop は一つのアートボード、イラストレーターと XD は複数のアートボードという風に覚えておくといいでしょう。次にその下のところのレゴブロックみたいなアイコンですが、こちらはプラグインといって既存の Adobe XD の機能にはないサードパーティーが開発した機能を確認できるエリアになっています。プラグインのインストールはメニューバーのプラグインのプラグインの参照からすることができます。プラグインをダウンロードすることで一瞬でレイヤーの名前を揃えたり、アートボードを揃えたり、ダミー画像を入れられたりするのですが、自分はもともとデザインデータをかなり綺麗に作っている方なので、プラグインは特に使ってないです。で、これ以外にも Web 上に落ちている XD 用のプラグインをダウンロードすることもできるのですが、これをすると突然 XD データがクラッシュして開かなくなったり、いろいろ怖いのでやめた方がいいと思います。次に家のマークを押すと新規ドキュメントを作成できたり、今まで作ったデザインデータを一覧で見れたりできるトップページに遷移することができます。家のマークの隣のデザインのタブが先ほどお伝えしたアートボードとダブルクリックでレイヤーに移動できるウィンドウになっています。その隣のプロトタイプのタブは Adobe XD にはテキストや文字を押した先のページを指定して簡単なモックアップというエンジニアの人がコーディングをしないでも Web 上で画面遷移などを確認できる機能があります。どんなものかというと、このデザインタブを選択した状態で何かボタンっぽいものを作成してプロトタイプのタブに移動してそのボタンをクリックして隣のアートボードに青い線をつなげると、これで Web 上で動きを確認することができます。他にもプロトタイプタブを選択すると右のウィンドウにスクロール時に位置を固定というチェックボックスが出てくるので、ヘッダーやナビゲーションなどの位置を固定したいという場合にプロトタイプタブからスクロール時に位置の固定のチェックを入れると Web 上でデザインを見たときにヘッダーやナビゲーションが固定されて、より正確にエンジニアの方にどんなデザインになるかを共有することができます。次にプロトタイプタブの隣の共有タブを選択すると右のウィンドウがリンク設定、表示設定というものに変わります。ここではシェア用のリンクを管理したり、表示設定ではデザインだけ共有したい場合であればステータスをデザインレビューにしておけばワイヤーフレームの段階でチームの皆さんからいろいろ意見をもらいながら要件を詰めることができます。またエンジニアの方が作業されるという場合であれば表示設定を開発に変更してから書き出し先を Web にしてダウンロード可能素材のウィンドウにチェックを入れればシェアした URL 先でエンジニアの方が自分でダウンロードして作業いただけるので開発スピードがとっても上がります。ちなみに素材をアクティベートするにはデザインタブをクリックしてレイヤーを選択してレイヤー名の右にあるアイコンの一番左をクリックしてアクティブにしてから共有リンクを再度更新すると Web 上でダウンロードできるようになっています。次に共有の隣に XD ファイルのファイル名が表示されていますが、
ファイル名の前に雲のマークがついていた場合、それはデータ情報が Adobe のクラウドデータベースに保存されているということになります。また、ファイル名の右にある顔アイコンで共同編集者を招待することができるので、Photoshop やイラストレーターだとデータが保存されているパソコンでしか編集できなかったのですが、自分以外の人も編集できるようになっています。データをクラウド管理する利点としては、共同編集できる、PC が壊れても大丈夫みたいのがあります。逆に良くない点としては、初心者の人にありがちなのですが、この機能を知らないまま Adobe Creative Cloud にデータを置きすぎてストレージ不足で新規保存ができなくなってしまっているのを過去何件か見てきているので、データのクラウド管理は容量とセキュリティのところを意識しながら使うといいかと思いました。また、共同編集で元のデータをいじったときに、そのデータの親アカウントしか共有リンクをアップロードできないというのがあるので、クライアントに URL をシェアするときなどで共同編集している場合には、ちゃんとデータがアップロードされているかチェックは必ずしておいた方がいいと思います。今回は一旦ローカルデータとして作業していきます。各ウィンドウのところはそんな感じで、次に LP 制作の前段階のところでアートボードの設定に移っていこうと思います。では、デザインタブをクリックしていただき、左下の3つのアイコンの真ん中をクリックして、次にアートボードをクリックすると、右のウィンドウが W1920 と H1080 となっているので、W はそのままで H をとりあえず5000とかにしておきましょう。これで PC 用のアートボードができたので、次はスマートフォン用のアートボードを作成していきます。新規アートボードの追加は、左のツールウィンドウの虫眼鏡の上に新規アートボードがあるので、こちらをクリックしていただき、空いているところに右クリックをすると iPhone 13、12 Pro というアートボードが自動で作られるので、W を375にしておきましょう。最後にツールウィンドウから選択をクリックしていただいて、次にアートボードをクリックしてからアートボードの端のところにマウスオーバーするとガイドラインが引けるので、まずは1920の半分の960になるようにセンターにガイドを引いていきます。次に中のコンテンツ用に横幅1400の長方形のシェイプを作って、右上の整列ウィンドウで中央の真ん中揃えに配置してから、またツールウィンドウから選択をクリックして長方形のシェイプの左右にガイドを作成するようにしてください。スマホのアートボードの方は奇数になってしまっているので、188と187になるようにまずはセンターのガイドラインを引いてください。次にウィンドウから選択をクリックして左右10ピクセルずつになるようにガイドラインを作成してください。本日はこのような感じで XD の簡単な説明とアートボードの設定をお送りしてみました。次回からは前回作ったワイヤーフレームをもとに PC 版のデザインを作っていきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、ボブでした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ